本日はジブリの世界に浸れるとっておきのディナーを3品ご紹介。週末楽しんで作るのにぴったり。アニメみたいに美味しく再現できるかは本編に乞うご期待。一品目は天空の城ラピュタでシータが作っていたシチュー。空中海賊ドーラ家の飛行船で作っていたやつ。ラピュタといえば目玉焼きトーストや肉団子入りスープが印象的だけど、本日はクリスマスも近いからシチューがぴったりかなと思って、アニメ通り野菜やお肉をゴロゴロ入れていく。飛行船の中だから使う食材はシンプル。野菜は人参、じゃがいも、玉ねぎ。人参は乱切り、玉ねぎは 1,2 センチ幅にスライス。プラス香味野菜としてニンニクを入れると風味アップ。みじん切りにしていく。最初難しいって人はまず薄くスライスしてから縦横に刻んでいく。こうすると失敗しにくい。おまけにマッシュルーム、旨味と香りがアップする。じゃがいもも豪快に2等分したやつ。皮の薄いじゃがいもならそのままいただく。きれいに洗って芽を取り除く。これだけあったら満腹シチューになりそう。今日のお肉は牛すね肉。この時期にシチューといえばやはりビーフシチューでしょということで、お肉の塊を食べやすい大きさに切っていく。たくさん作って2日目も楽しもう。塩コショウはお肉の重量の 1% ぐらいを振りかけるのがポイント。下ごしらえ済んだら早速加熱していきましょうか。野菜をソテー。じゃがいもはもうちょっと出番後で。中火で全体がしんなりするまで炒めていく。バター馴染んで表面焼き色ついた野菜。深い寸胴鍋にお引っ越し。ここはアニメに忠実に。食べっぷり豪快な空中海賊。食事はなんと1日に5回。アスリートか思って。一方私もバターをもう一丁。本日は豪快に使ってまいりましょう。バターとニンニクで香ばしニンニクバター。ここにご飯入れてガーリックライスしたくなる。いい香りがしてきたらお肉投入。表面こんがり焼き色をつける。しっかり焼き固めることで肉汁と旨味を閉じ込める。脂身や筋の部分は押し付けてしっかりめに焼く。だけど焦げすぎ注意。後でお肉が硬くなる原因に。そこにたっぷりの赤ワイン。海賊はお酒好きだから赤ワインもたっぷり入ってるでしょうということで、ふんだんに入れてしっかり煮詰める。アルコールが飛んで味に深みが出る。お肉がワインにコーティングされてる。先ほどの寸胴鍋に合流。ここに粗ごしトマト缶。保存効くし使い勝手もいいから飛行船の常備食材にぴったり。あとデミグラスソースも入れておきたいところ。トマトの旨味と甘み、デミグラスソースのコク。ここから弱火で30分からできれば1時間煮込もう。その間に魔女の宅急便に出てくるニシンパイを作っていく。一生に一度は食べておきたいジブリご飯。見習い魔女のキキが仕事中に出会った老婦人の代わりに届けたパイ。確か届け先が老婦人の孫で、その女の子に私このパイ嫌いなのよねと言われてしまって、キキも私もがっかりしたのを覚えてる。確かに普段食べなじみのないニシン入り。このパイ事件をきっかけにちょっとずつ成長していくキキ。つまりキキが大人になったきっかけのパイ。私もこのパイを作って食べることでちょっと大人になろうと思う。薄味のニシンはスパイスや塩コショウをたっぷりかけてから焼く。アルミホイルやトレーに乗せてトースターや魚焼き器でこんがり。レンジ加熱でホクホクになったかぼちゃ。フォークで皮を剥がしながらほぐしてペースト状に。ニシンパイの発祥はイギリス料理。空を見上げるという意味でスターゲージパイと言われている。その名の通りパイからお魚の頭が突き出してる。
これをクリスマスイブに食べる慣習があったんだとか。土台にかぼちゃペーストをぎっしり敷き詰めて、その上に焼いたニシンを乗せる。年末だとニシンそばの甘露煮が出回る。ニシン見当たらないぜって人は、鮭や魚缶で代用しても美味しい。お次は、冷蔵庫にあるものだけで簡単に作れるホワイトソース。一から作ると美味しい。まずは弱火でじっくりバターを溶かす。バターが溶けないうちに小麦粉も追加。粉っぽさがなくなるまでヘラを動かしていくと、だんだん滑らかになってくる。弱火をキープしてじっくり炒めていくのがポイント。ふつふつと気泡が湧いてきたら、ここにたっぷりの牛乳を注ぎ入れる。味付けはコンソメ、ナツメグ、シナモン、カルダモンやクローブを入れるのもおすすめ。とろみがついたら完成。これさえあればグラタンパスタお手の物。かぼちゃとニシンコンビだけだとちょっと心細かったから、シンプルでまろやかなホワイトソースが全体をまとめ上げてくれるに違いない。お皿いっぱいにたっぷりのチーズ。中でホワイトソースととろけ合う予定。いざ冷凍パイシートを使ってお魚パイに仕上げていく。パイシートは冷凍庫から取り出して半解凍。本日は2枚使う。1枚は上からかぶせるよう。綿棒で伸ばしておいたシートをかぶせたら、グラタン皿のサイズに合わせて包丁で切り取る。余ったパイシートと余ったシチューでパイシチューなんかもいいかも。ここからちょっと楽しいお魚作り、ワクワクさんを思い出す。こう見えて図工と美術の成績だけは良かったから、ここでポテンシャル発揮。まずはお魚の胴体、ちょっと太っちょなのが好み。ペティナイフとか小回りの利く包丁を使うとやりやすい。尾びれは存在感ある感じがいいかも。端くれをまん丸丸めてお目目も作る。切り取ったパーツを一つ一つ乗せてゆく。無事お魚らしくなってきた。ヒレの部分は包丁で模様をつけてあげる。最後に黒オリーブを並べる。魔女宅の舞台となったアドリア海ではオリーブの栽培が盛んなんだとか。3品目は猫の恩返しのお魚クッキーを散りばめたシーザーサラダ。野菜とドレッシングと合うようにクラッカーテイストにしてみた。材料はとってもシンプル。お好みで黒胡椒とハーブ。サクサクで後味癖になるクラッカー。今日は小麦粉の代わりに玄米粉を使ってみた。米粉でも美味しい。豆乳とオリーブオイルでいつものクッキーよりヘルシーに。ヘラで切るように混ぜて一塊にする。アニメで出てくるお魚クッキーは架空の市販クッキーなのだが、私の記憶によると某大手製菓会社のミニスナックオットット以来、お魚クッキーなるものを食したことがない。実際のところ甘いのか塩っ辛いのかお魚の味がするのか、はたまたオットットみたいな味なのか想像しながらクッキーを作るのも楽しい。一塊になった生地は保存袋やサランラップに包んで30分寝かせる。30分後、生地を伸ばして
型を抜いていく。薄力粉か小麦粉をまぶしておくとくっつきにくい。厚さは 2,3 ミリ程度に伸ばすのがちょうどいい。実はこのお魚クッキー、猫の恩返しの物語の大事なキーワードになっている。主人公の春が幼い頃、腹ペコの子猫ユキに食べさせてあげたお魚クッキー。時が経って猫の王国の王子様がそのお魚クッキーを探しに人間界に来た。ここから物語が展開していく。近所に気になる青果道具店があって、散歩がてらたまたまお店に出向いたら、いろんな種類の魚のクッキー型があった。迷った挙句一番シンプルなやつを購入。おっとっとに似てるし、まあいいかと思って。ティースプーンの先でエラをかき、綿棒の裏で目を描く。170度に予熱したオーブンで20分から25分、様子を見ながら焼いていく。コトコトに煮込まれたビーフシチュー、じゃがいもとマッシュルームを入れてさらに10分煮込む。ビーフシチューの隠し味、本日はオイスターソースと蜂蜜、トマトケチャップやお味噌を入れるのもおすすめ。パイの焼け具合もいい感じ。ちょうど日も暮れてきたからディナーの準備。仕上げにハードチーズを削るのがシータ流。今日はパルミジャーノレッジャーノ。シチューがまろやかに仕上がる。熱々の状態で容器に注いでカンパーニュなんかのパンと一緒にいただくと絶品。ジブリ気分が楽しめるディナーが揃った。それではホットワインといただきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も